こんにちは、春日部紬です。禁止改定の発表も間近に迫ってきました。皆さんはどんなカードが禁止されると思いますか？アーシの考えはこうです。まず本命はラクドスの主力カードですね。巷でも囁かれている通り、ブーアと銀行破りは避けられないでしょう。ついでシオールですね。構築の幅を狭めてる戦犯なのとエスパーレセンツもこれで終わるのが大きいかな。あとはこれらが禁止された後の世界が一強にならないように対抗として白系トランクからも持ってかれるかなってのがアーシの予想です。さて、これらによって一番はリクっていたアーキタイプって何でしょう？アーシはコントロールだと思います。ミッドレンジが強すぎて息してませんでしたからね。ということで禁止予想であるカードを除外した残りでコントロール組んできました。今のハンドでもわかるようにこのめちゃ遅いデッキが今後どのように回るか乞うご期待。試合の方はめちゃくちゃ重いですが、無鉄砲は除去でフィズらせます。ここに対アタックは逆に助かると思ったら国別を引きました。ここは6ターン目に確定させたいので土地を引きに行きます。あとは否認と繕いで7ティー目まで生き残れるか。お相手6点アタックでこちら残り11点。これはだいぶ怪しいカティルダ、ハイマジックウマコ。都合よく6マナ目アンタップインを引けたので即キャストです。アディオス。お相手とチプレイでエンド。これはリソースつきましたね。そしてほぼ決着はつきました。加速で相性の話を言うと、セレズニアエンチャは10回やったら9回は勝てるくらい有利ですね。ここでお相手投了。1本目選手です。サイドはタイヤブロ用の黄昏と一時的封鎖の6枚をイン。あとはおまけの直レイも3枚入れておきます。外すのは書き消し以外の打ち消しと重いところ、あとは数合わせで進行の繕いですかね。今思うとバリューの低い多元宇宙は全抜きでも良かったかも。2戦で土地だらけですがサイドインしたカードあるのでキープ。お相手1ターン目は精霊との融和。実質パスは助かる。お相手キリンの教えをキャスト。まだ無視できるカード。こちらはサイドインした強楽を引きましたが、さっき白黒ランドアンタップインしなかったのは甘えでしたね。お相手2点パンチから作れる部をキャストからの5バカーンへの進行をキャスト。これは不幸中の幸い。構えていて得しました。そして都合よくアンタップインランドを引いてきたので黄昏の強楽。さらに次のターンの一時的封鎖まで確定しますね。お相手無鉄砲をキャスト。そしてアタック。作れる部の能力起動。これは除去内のミス化されてますね。こちらはサイド強楽でもいいですが、4点パンチ続けられるのも嫌なので封鎖しますか。3マナの特別は強すぎる。お相手このターンはパス。ハンドはコツカかな。しかしこちらも有効パイはなく、構えたふりしてエンドです。お相手キリンの教えキャスト。何もできないので通すしかありません。こちらはエンドに竹沼使ってみます。拾えるのはジェイスだけですが、フラッシュバック持ちが計7枚あるのでって思いましたが、残念ながら外れ。お相手コツカをキャスト。2点を通しに来ます。でもここはチャンプでいいかな。からの婚礼の発表。ちょっと様子が変わってきました。こちらはジェイスをドロー。やることないのでキャストでいいですね。プラスしても相手の敵次第で即落ちするので、ここは1ドローして3点スキャントリップとして使った方が良さそう。引いたのはフィニッシャーの多元宇宙。これはかなりいい引きです。お相手コツカでジェイスを取ります。一時的封鎖で帰ってくるのでこれはよし。こちらはジェイスがいなくなったこと出した現宇宙の突破キャスト。10枚切削して墓地からジェイスをリアにします。そしてマイナス2を使用。お相手の墓地は20枚に届いてるので3ドローです。この相性なかなかすごくないですか。他に重いところ出した方がアドいのは分かりますが、ジェイスと多元宇宙は LO フィニッシュ目的としてもアドゲンとしてもかなりの好相性で合わせて使うとなかなか気持ちいいです。ついでこのデッキはフラッシュバック持ちも多めに搭載しているので7マナソーサリーで隙は大きいですが、一度キャストするとハンド的にはかなりのアドバンテージがつきますね。お相手ジェイスを生かすアタックだったので、もう一度マイナス2が可能に。これで計6ドロー。
あとはジェイス1枚で LO 勝ちするのでハンドの反乱でさすがにめくれるでしょう。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。こちらはイーガン城を除去としてみたらギリセーフの7枚キープ。お相手先手2マナからの銀行破り。はい、コントロールはだいたいこれで終わります。お相手銀行破りメイン起動。土地探しかなからの脅迫。銀行破りやグーワがミッドレンジミラーでも脅威なのでこういうカードがメインから入ります。こちらは反乱を落とされてお相手が銀行破りでドローする中一生構え損の形に。そして引いてくるのは切り崩し。噛み合いませんね。お相手一生構えていく動き。ミッドレンジは打ち消しや打ち消しケアで構える動きが相手が何もしない場合にスカルから基本的に非常に弱いのですが、銀行破りがあるとその隙をドローで埋めつつ最終的には4点クロックが出てくるのはやはり禁止だろうかと。アーシみたいにハンドに除去がダブついて構えるけどやることないってのは本来ミッドレンジに起こるはずの事象なわけですね。そしてこちらはジェイスをキャスト。解決策を探しに行きたい。この局面でグリクシスに対してフルタップで返すのは殺してくださいと同義ですが、飛躍すぎで焦りましたね。お相手収穫者キャストから銀行破りでアタック。これがあるからこれだけ PW 多い環境でも PW が流行らないわけです。さらにグーワをキャスト。ここから国別聞いてしかもお相手が返しで何もしなければなんとか。しかし引けず。これは記憶の反乱フラッシュバックにかけるしか。ちなみに廃墟の地はミレックスで積まないように入れてあります。あとは余った切り崩しで除去していきます。しかしだいぶ雑になってますね。切り崩し1枚は取っておきたいし、ここはイーガン城構えが正解でした。お相手地トークンで切り崩しを捨ててルーティング。さらにグーは2勝でのど首と余った土地をルーティング。めっちゃハンド回りますね。そしてせっかく割った唯一の赤土地がすぐ出てきてゼッチキャストからの実質速攻4点パンチ。こちらは土地をドロー。ハンド回さなくても10マナまでストレートに出るなんて強い。お相手地トークンでルーティング。不要な除去札がどんどん交換されていきます。お相手グーワが裏返り。追加の全地の収穫者。そして実質速攻で合計7点パンチ。一気にリーサル圏内に。こちらはエンドにお願い記憶の反乱。そしてここにはかき消しですよね。そしてトップは土地。ここで投了しましょう。正直タイグリクシスラクドスについては効果的なサイドプランが思いつきません。一応負け筋は生物ビートなのと墓地の侵入者もあり得るので直レイは3枚投入。あとは悪菓子コイン隠蔽は重すぎるので抜いて軽くしておきますか。このカード弱めなのでメインから外して良さそう。そしてなぜか61枚のまま2000でレッツゴー。また怪しいハンド。でも最低限2ターンはしのげるのでキープで。大体1000で打ち消し満載見せたら2000ではかき消しケアして遅めの動きになること多いしなんとかなる。お相手2ターン目銀行破り。先ほどはどうしようもなかったけど今回は何とかなります。こちらはせっかくできた隙。ジェイスをキャストしてしまいましょう。マイナス2で1ドロー。打ち消し引けたのは偉い。こちらは強いところがハンドに集まり順調。このターンは構えていきましょう。本当はこういう何もしないターンのエンドに打つために2マナフラッシュバック2種や記憶の反乱があるのですが引けませんね。こちらはジェイスプラス1してエンド。お相手エンドに大田原をジェイスに。これはだいぶ困ってる動きに見えます。お相手セッチの収穫者から2マナ構えてエンド。ここ本当はトライオウム割りたいけど立ってる方のペインランドにしようか悩んだけど2マナも3マナも変わらないか。トライオウム割りで意味なさそうにも見えるけど一応赤でなければチャンドラが出ませんからね。そしてセッチは切り崩しで除去。お相手かき消し捨ててルーティング。土地詰まってるのが困ってそう。こちらはかき消しケアの3マナでジェイスキャスト。
マイナス2で3枚切削して1ドロー。否認は悪くないですが土地が欲しいですね。お相手5マナ目が出て構えて5。こちらはまたも不要パイ。偶話でハンド回すことの重要さがよくわかりますね。お相手6マナ目から脅迫キャスト、打ち消し否認か暗算無償化ですが、クリーチャーは除去でケアできてるから否認を残して重い方の暗算無償から使っていきます。こちらは土地を引けたけど特に動きなし。土地を置いて5です。お相手シオルをキャスト、一応吐き消しケアした形でしょうか。しかしここは直レイで対処可能。自分の直レイで生贄になるシオルさん。こちらドローは土地。そしてゼースマイナス2でフィニッシュカードが引けました。これで25枚削れる予定でお相手ライブラリは残り34枚。あとはハンドのジェスで削りきれますね。お相手コウモとあさるもの、脅迫使い回しかなって思ったけどさっき追放してました。選んだのは X2 でシオ直レイ。このクリーチャーリミットで最強ですけど、構築でも全然いけますよね。軽いところだと脅迫や除去、あとはマナが伸びたら絶望将来使い回しもできるのすごい。そしてこちらは3度 JS キャスト。そろそろマイナス X 使ってもいい場面ですが、勝利が見えるまではセネキを見せない方がいいと思います。お相手脅迫には否認、フィニッシュカードを守りますと、ここで投了。1勝目です。サイドは後手なので銀行破りと脅迫対策に呪文貫きを投入。あんまり外したくないですが同じマナ体の切り崩し抜いておきますか。これは7枚キープ。さっきから2マナのハンド回しカードであるスクロイと2マナのアドゲンである岩式の収集が全然引けませんね。そしてお相手3回連続の2ターン目銀行キャスト。マジックがとてもうまい。お相手ゼッチキャストにはかき消し。これ通すとこのままビートダウンされかねません。こちらはこのターンにシオル通されると大惨事なので構えて5。お相手土地詰まりのようです。じゃあこちら4マナだしジェイスキャストしてみますか。マイナス2で3枚切削して1ドロー。ようやく引けましたね。岩式の収集。個人的には銀行破りが消えたら2マナードゲンの定番になりそうだと思うカードです。お相手赤術の連射でジェイス破壊。しかしそれ以上はなし。こちらは岩式2連打のために5マナ立たせて5です。銀行破りで構えてドローする動きは強いですが、こちらがインスタントアドゲンを持っていれば多少はマシに感じます。お相手銀行破り追加で5。こちらはエンドに岩式の収集。お相手のデッキトップ2枚見て1枚ハンドへ。絶望将来は美味しい。もう1枚は外れですが、土地でも1枚は1枚です。こちらはこのターンはドロー5。お相手エンドに銀行破り起動。トークンと宝物が出ます。お相手メイン銀行破り起動。ハンドは触れてます。多分ハンドに重いカードがあって打ち消し構えながらキャストしたいとかなのかな。銀行破りでアタックにはエイガン城で除去。3枚ドローしてこっちに1枚使わせてトークン2個残るって控えめに言ってやば。お相手グーはにスタックでサイクリングしてますが、脅迫ケアしてエンドにならないとダメです。こちらは7マナ目。打ち消し構えられるので絶望将来使ってみますか。がそこには系列的な一撃使わせたと思いましょう。お相手グーはで2枚ルーティング。銀行破りに登場して6点もらって残り14点。さらにシェオルキャストには系列的な一撃。レート的にはかき消しや否認はなさそう。安定は記憶の反乱構えですが、6点クロックが止まらない可能性も高いです。なのでここは思い切って多元宇宙の突破です。お相手からはシェオル、こちらはジェイスをリアに。そしてこのデッキ回してると幾度となく見たこの動き。ジェイスで3枚ドローシェオルで6点ゲインの友情コンボ。お相手エンドに銀行破り起動。除去はほぼサイドアウトしてそうですが、果たしてお相手希望のシルベチャンドラをキャスト。多分フルタップの気を伺ってましたね。そしてゴブリントークンでアタック。
ブロックするとマイナス3でこちらの盤面掃除されてチャンドラが残るので通します。しかしお相手プラス2で黒マナ2つです。何それはうにゃ。マイナス3で済ませてくれたらむしろ優しかった。お相手デッキは残り16枚。ジェイスマイナスでもまさかの1足りませんと思ったら神ドロー、神ジェイス。これは余裕で足りてます。まずマイナス5で15枚切削。この音が足を蘇らせる。何度でもよ。そしてさらに追加のジェイスキャスト。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。というわけでスパーコントロールでした。コンセプトは最初に言った通り、禁止予想のカードを使わないことです。そして勝ち筋はおしとやかな JK らしく、顔面は詰めずに山札を削り切る LO のみです。以前似たようなデッキを紹介した時はこれが入っていたのですが、うまく回ってこれが使えた時ですら結局にジェイスか1多元宇宙は必要なので、あれ実はこれあってもなくても必要な手数変わらなくないってなって、せっかくコントロール向けのカラーなので思い切って激重コントロールに変更してみました。コントロールは構えたターンに相手が何もしなかったり打ち消しや除去をせずに通した場合はテンポ損なので、それを解消するためのインスタントが進行の繕い、眼式の収集、記憶の反乱で3種8枚、あとは2ターン目サリアで積まないように切り崩し、万能除去枠かつ墓地の侵入者ガード損ねなく取れる虚空先、アルガシコイン隠蔽はセルフ L をしないために積みましたが、一度もしてないのでこれは正直いらないかも。あとはこの必殺技の多元宇宙の突破ですね。そのまま JS-5 でリーサルまで押し込んでもいいし、盤面に2体出しつつマイナス2で3ドローでアド差つけてもいい感じです。アーシ的にはコントロールのフィニッシュカードは2枚差しで十分な気はしてますが、タイランプの時が楽しいので3枚採用。そして動画とはちょっと変わってますが、サイドカードはこんな感じ。アグロ対策の白いカード2種6枚、 PW や大きめの生物が並ぶ相手のために直霊3枚、後手の銀行破り対策に呪文貫き2枚、ランプやコントロールミラーのための相手の運算無償2枚、あとは石ののを使う相手と対コントロール用にフィニッシャーを散らす船砕き2枚です。デッキの紹介はこんなところですかね。さてこのデッキの強さですが、勝率6割は超えてるので強いは強いですが、 EO3 オンリーなのでこれではちょっと物足りないですね。コントロールなのでプレイの上手い下手もありますが、一番の問題はやっぱタイラクドス、クリクシスですかね。脅迫、銀行破り、聖地、墓地の侵入者、グーはこの辺りの3マナ以下がどこを切り取っても厳しい。そして苦しくなってラストを打つと開始で絶望将来、シェオル、チャンドラがやってくる。それ以外に対してはサリア以外はなんとかなる感じなので、逆に言えば銀行破りとグーワーが消えたらコントロールが復権する可能性は全然ありますね。まあそれがいいのかどうかは個人の思考によると思いますが、ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。